皆さんこんにちは。バンテックつゆきでございます。今日のウィークエンドバンテックなんですが、久しぶりだね。はい、先日ですね、エコフローさんから発表されたオルタネーターチャージャー、これをですね、後方専用車両、通称タマちゃん、こちらに装着していろいろ検証していきたいと思います。実はですね、先日、東京都内ね、渋谷区からそのね、エコフローさんの新製品記者発表会みたいなのに参加させてもらってね、このタマちゃんに行って、でいろいろ説明したわけなんですけども、実際ね、前の動画に、その内容いろいろね、その状況とかね、いろいろ説明させていただいておりますので、そこねちょっとチェックしておいてください。記者会見の発表って実はね、あれキャンピングカーだけじゃなくて乗用車とかでも使うみたいな、そういう設定の中での話だったので、プラスの電源はメインバッテリーにつないでくださいとか、バッテリーが上がったらメインバッテリー充電できますよとか、なんかいろんなことを言ってたんだけれども、今回ね、このタマちゃんが積んでるね、デュアルソースエアコンシステムにこのオルタネーターチャージャーね、どうやって接続していくのとかね、このタマちゃんね、バッテリー残量計もついてるのよ。だからそのバッテリーのこのサブのバッテリーの状態とかメインのバッテリーの状態、メインのバッテリーの状態、電圧とかもちょっと見れたりするので、そういうのをね合わせながら、こうやって使ったらこうなるね、こうやって使ったらこうなるねみたいなのをちょっとやっていこうかなと思います。はい、じゃあね、そもそもそのオルタネーターチャージャーって何すかって話だと思うね。オルタネーターチャージャーっていうのはエコフローさんのポータブルバッテリーにですね、このアイテムを使うことによってめちゃめちゃ早く充電できるっていうのがオルタネーターチャージャーっていうことなんだね。じゃあ実際どれぐらい早いのっていうと、最大で800ワット800ワットだよ。800ワット、非常に大きい電気を充電することができる。じゃあ今までどうだったのっていうと、車の場合だとね、ここのねシガーライターソケットでね充電したんだけども、実はねあんまり充電しなかった。じゃあって言って、今度100ボルトのコンセント、ここの下にあるね、ここに100ボルトのコンセントをつないでインバーターのスイッチを入れて充電する。そうすると今度ねエアコンが使えなくなる。なぜならば1500ワットのインバーターだからだね。実はねちょっとポータブルバッテリー充電するのちょっと時間かかるなーって思ってたんです。ただね、このオルタネーターチャージャー800ワットですからすぐ入るよピョンではですね、ここがタマちゃんの心臓部だね。トリプルサブバッテリーなんて言い方もされております。デュアルソースエアコンシステムということでね、この鉛のバッテリー3つで、もう今動いて涼しいけどね、エアコン動かすことができますよ。エンジン止めたままエアコンを動かすことができますよというシステムになっています。でもこれがねバッテリーの残量計だね。はい。で、実際じゃあそのオルタネーターチャージャーの配線って何が必要なの？エコフローさんからはね、プラスはメインバッテリーにつないでください、マイナスはボディアース、アースにつないでくださいと、いうことになっております。なので、ね、乗用車の場合なんかもそうやってやってください。で、今回ねこのタマちゃん、デュアルソースエアコンシステムを載せているこのタマちゃんの場合だと、じゃあちょっとどうやってつないだかっていうのをねちょっとお見せします。はい、ということでね、まずプラスの線、オルタネーターチャージャーから来ているプラスの線というのを、この、走行充電ブレーカーの、メインバッテリー側の方からですね、抱き合わせでプラスを取っています。で、マイナスの方はこのトリプルサブバッテリーの、シャントワイヤーが出ている、先、ここに端子があるわけなんだけども、そこのところにマイナスをつないでいます。これアースになるんでね、接続としてはこれだけ。あとは専用のケーブルで引っ張られて、根元はオルタネーターチャージャーのコレクターに挿すという形になっています。一応ね配線としてはこれだけです。これだけで、今回いろいろねテストをやっていこうかと思います。はい、ということで接続は終了しました。じゃあここからですね電源を入れるとこの画面になります。
はいね、はい、この画面になったら上がねオルタネーターチャージャーだね、下がねデルタ2マックス、このオルタネーターチャージャーの方をタップしていきます。はい、タップするとね、今のバッテリーの電圧と、今のポータブルバッテリー容量、こういうのも出てきます。この状態で左上にある六角形のボタンをポチッと押します。そうするとね、その他の一番上のところ、ファームウェア更新っていうのがあります。これをポチって押すと、インターネットにつないでくださいっていう画面が出ます。それインターネットにね、なんかポケット Wi-Fi とかそういうので、インターネットにつないでやると、こういう感じでね、バージョン最新ですって出ます。これはね、バージョン古いとアップデートしてくださいっつってファイルダウンロードしますとかいろいろ出てきてるんで、画面の指示に従ってやってください。このバージョンは最新です。数字よくわかんないけど、このバージョン最新ですって出てたら、このバージョンが最新なので、この状態にしてください。この状態にしないと、ちょっとね、不具合が出たりする可能性があります。なので、取り付けたら最初にファームウェアの更新。これ忘れないでくださいね。はい。この状態にしました。そうするとね、あとはオルタネーターチャージャー、基本的に全部このスマートフォンで操作をします。はい。じゃあ、ここからいろいろ試してみようか。ね、とりあえず繋がったので、これからじゃあね、オルタネーターチャージャーを使ってどういう風になっていくか、いろいろ変化を見ていこうと思います。はい、じゃあね、まず車側のトリプルサブバッテリーの状態を見ていきましょう。この状態を見るためには、このバッテリー残量計、これが有効です。はい、じゃあね、早速見ていこう。まずね、今、マイナス 4.5 アンペア。状態としては今、照明を全部つけている状態です。エアコン切ってます。冷蔵庫切ってます。あと何かあったっけ？ないな。うん。あとね、この車ソーラーパネルついてるんだけれども、今ソーラーパネルも、今入力切ってます。なので、本当に照明だけで消費をしている状態で、4.5 アンペア消費していますという状態。これがね、今、サブバッテリーの電圧です。12.4 ボルトです。OK？ はい。じゃあね、次。もっと見ていこうか。はい。これがね、メインバッテリーの電気。12.9 ボルトです。OK？ OK だね。じゃあ次、ポチ。この状態だと、25.8 時間持ちます。ということになってます。はい。じゃあ次。はい。残りは 64% です。はい、次。はい。300アンペアアワーなんだけれども、今あるのは191アンペアアワーですよということになっています。こんな感じ。今 3.9 になったね。まあこの辺はね、ちょこちょこ動くので、一応今マイナスだいたい4アンペアぐらいっていうふうに言っとこうか。ね、4アンペアということになっています。続きまして、ポータブルバッテリーの方を見ていきましょう。ポータブルバッテリーは、今、これね、最初の画面に戻ると、オルタネーターチャージャーの下。こちらの、ポータブルバッテリーデルタ2マックスの絵が書いてあるんだけど、こっちをタップします。はい。そうするとね、今、入力とか出力とかっていうのが全部見れます。はい。今回、エクストラバッテリーというのをつけているので、デルタ2マックスプラスエクストラバッテリー、1個ということで、4kWh マックスで入りますということになっています。で、そんな中今残量、全部の残量として、これも60だ。61% ということになっています。はい。じゃあね、この状態で、早速オルタネーターチャージャーの威力見ちゃう？じゃあね、早速エンジンをかけていきたいと思います。じゃあね、早速エンジンかけていきます。はい、エンジンかかりましたね。OK。じゃあこれでちょっと早速オルタネーターチャージャーのスイッチ見ていこう。はい、とりあえずね、今エンジンをかけました。エンジンをかけると当然オルタネーターチャージャーのスイッチが入っていないという状態であれば、今までの、デュアルソースエアと全く同じ状態なので、今ご覧ください。チャージ 43.2
アンペア。しっかり充電してるね。今充電している状態になっています。ちょっと電圧見ていこうか。サブバッテリーの電圧 13.2V、メインバッテリーの電圧 13.5V、チャージしてるんで時間無制限です。残りは 64%、192アンペアアワーということになっています。はい、じゃあね、この状態でオルタネーターチャージャーのスイッチ入れていこう。はい、じゃあね、オルタネーターチャージャーのスイッチを入れていきます。今ね、これサブバッテリーの電圧です。エンジンのマークついてるけどね、サブバッテリーの電圧、メインの電圧は 13.5 なので、これがサブバッテリーの電圧だから、これはサブバッテリーの電圧の情報を拾ってるね。で電力は0です。よし、じゃあこの状態でスイッチ入れていこう。ここのね、下の、充電というモードね、充電というボタン、はい、13.3V。じゃあね、この右側の、充電というところにね、青くなっているかどうかを確認してもらって、スイッチ入れるの簡単です。ここの作業開始というところ、これをですね、プリッとします。はい、そうすると今ね、充電、作業始まりました。さあ、ここからどうなっていくか見ていきましょう。ポータブルバッテリー、今ね、電気がどんどん入っていってますね。電気どんどん入っていってます。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 776、775。今、そんな感じで電気が入っています。だからポータブルバッテリーには今充電してるね。 OK。 じゃあ、このサブバッテリーの方、これ充電してる気になるよね。こっちどんどん来ちゃってるかもわかんないからね。ちょっと見てみよう。はい、今 12.9V 電圧ですよということになっています。ポチ。これメインだね。ポチ。チャージマークついてるね。チャージマークついてるよ。次 64%。 おお、さあ実際どういう電気の流れ方をしているかを見てみよう。これかな。はい、わずかですが今充電している状態。 5.5 アンペア、 5.7 アンペア、5と6の間ぐらいだねの、アンペアで充電しているということで、かなりね、充電量はこっちに持っていかれてるんですが、今のところまだ充電している状態。やっぱ暑いからエアコンつける。今頑張ってたけどね。よし、エアコンつけると電気がどうなるか。たまちゃんで一番電気使うのは今のところエアコンなので、エアコンつけたらどうなるかやっていこうと思います。今ね、エアコンスイッチ入りました。そうするとね、ここのインバーターもね、動き出しました。じゃあ今まずポータブルバッテリーオルタネーターチャージャーどういう状態になってるかチェックしていこう。12.3V がサブバッテリーの電圧で、今 660W ポータブルバッテリーに入っている状態。充電してるね。こっちのサブバッテリーの電気の流れ、はい、ご覧ください。はい、しっかりマイナスですはい、しっかり 47.6 アンペアマイナスです。要は約50アンペアぐらいか、こっちから吸い上げてますよということになっています。エンジンをかけていてもエアコンをつけてしまうと、このトリプルサブバッテリーデュアルソースエアコンシステム、電気持ち出してしまいますよということが確認できましたね。はい、今エンジンかけてるのにサブバッテリーマイナスってなると、サブバッテリー空になっちゃうじゃん。空になっちゃうよね。空になっちゃう。やばい。そういう場合はですね、ここの作業を開始、要はここのスイッチを切ります。今ですね、オルタネーターチャージャーを切ってデュアルソースエアコンシステムだけにしてエンジンがかかっている状態です。はい、残量計ご覧ください。はい、マイナス 5.74 っていう、こんな感じです。何が言いたいかというと、ちょっぴり持ち出してます。なぜかというと、キンキンに冷やして全力で今動いてるからね、若干持ち出しが出るという状態になっています。
エンジン切ってると当然まるっとこの電気がこのサブバッテリーから出力されるわけで、そうするとだんだんこう 50% から電圧が落ちてきちゃって、だんだん大きい電気が使えなくなってくるよっていうので、多分ねデュアルソースエアコンシステムの積んでる今までのねバンテックのお客様、それで困っていらっしゃった方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、電圧が落ちるとこうね、バッテリープロテクターってこの機械がこれがね、電圧が落ちると自動的にシャットダウンされる仕組みになってる。さらにオルタネーターチャージャーのアプリも充電のボルト数を選べることができる。今設定は指導電圧っていうところがあるんだけども、ここの指導電圧っていうところをクリックすると12ボルトだから、要は12ボルトじゃないとちゃんと動かないようになるんだね。だから始動しないので、そもそもここのバッテリーがなくなる前に電圧が落ちた段階でいろいろ止まってくるよということになっています。さあこっからですよ。こっから本領発揮、逆充電っていうボタンからですね。ではね、この逆充電っていう真ん中にボタンあるんだけども、これを押してみよう。ポチッ。そうするとモード切り替えていいですかって言って確認。はい、それでね、この作業開始というところ、これまたピッと押します。はい、そうするとどうなるか。上がですね、今 13.1 で、下 854W ということになっています。さあこれはどういうことになっているかというと、今ポータブルバッテリーからサブバッテリーが入ってる状態。さあとなると気になるのが、やっぱりこのサブバッテリーと今どういう状態になっているのかな。今さっき全開でした、マイナスでした。見てください。25.1、23.9 アンペアチャージしています。電気がガンガン入ってるんだね。すごいね。これさ、エンジン切ってみようか。エンジン切ったらどうなるのかね。ちょっとじゃあエンジン切ってみよう。はい、ということでね、今エンジンを切ってきました。ポータブルバッテリーの状態ちょっと見ていこうかなと思います。今出力が859ですね。はい、なっています。サブバッテリーの方は 12.6V。 これさ、今エンジンかかってないじゃない。だから走行充電からここまで電気が来るのに、走行充電のリレーっていう切り替えのスイッチがあるんだけども、それがエンジンかかっていると繋がってるんだけども、エンジン今切ったんでそこ繋がってないです。だから今メインバッテリーは一切関係ない状態。これ今サブバッテリーだけで、ここでだけで完結してる状態だね。あとポータブルバッテリーで、今ポータブルバッテリーの持ち出しが 859W で、サブバッテリーの方見ていこう。サブバッテリーの方も少し吸ってます。ただエアコン全開なのに 11.9 アンペアだね。はい、メインバッテリーは 13V ありますよ。サブバッテリーは 12V ですよということで、今メインバッテリーの方は一切関係ない状態ですね。で、今持ち出しが、サブバッテリーの方からの持ち出しが約 11.6 アンペアということになっています。今これ逆充電してるから、逆充電、要はポータブルバッテリーに溜まった電気をエアコンとかこういう照明とかね、内装の電気としても使えますよ。しかもサブバッテリーとセットでねっていうことになるわけだ。便利だね。じゃあさ、これエアコン切ってみようか。エアコン切ったらどうなる。はい、見てください。オラオラチャージモード突入です。 53.5 アンペアしっかり入っていってるね。今電気しっかり入っていってますよ。今こっちにね、ポータブルバッテリーからこっちに入っていってます。出力はポータブルバッテリーの方は853W ですね。2W、こんな感じ。はい、今またチャージにしたからね。チャージにすると上だけ変わるんだ。上だけエンジンのマークになるね。はい、続いてね、今ちょっとエンジンを切った状態で充電モード。これもね、乗用車ではできないね。ここにつなげてるからできる。なぜかというと、サブバッテリーから吸い上げることができるから。で、この状態だと電気が来てるので、今 12V ですよ。吸い込みは414
414ワット。だからまあ 41.6 アンペアか。今、電気使ってますよということになっています。この状態で、あと3時間、今残り 60%。走行充電の切り替えのリレースイッチが離れている状態なので、メインバッテリーは今関係ない状態。なのでサブバッテリーだけで完結しているので、この状態で車両のバッテリーが上がるということはない。大丈夫だね。繋がってないから。だからここからどんどん吸い上げていくんだけれども、基本的にはね、これスイッチ切ってねって話をしてます。スイッチ切らないとできなくなっちゃうからね。今スイッチ切りました。ただ、これもね、サブバッテリーの電気がなくなってくると、12V で設定してるから、12V で、足りないと、そもそも充電しないっていう形になるので、基本的には、サブバッテリーが枯渇する前に何かしら電気が切れるというような仕組みになっているんで、まあ、基本的には切ってくださいよという話をしているんですが、バッテリー上がりということもとりあえず心配はありません。いいね、これね。いいね。はい。今ね、エアコンをエンジン切ったままで、ポータブルバッテリーからの電気を返さずに、ソーラーパネルのスイッチも切って、バッテリーの残りだけで今、エアコンを動かしました。見てください。11.9% までね。はい、落ちてきたので、じゃあこの状態で、充電するかどうか、見てみよう。ポチ。今スイッチ入れました。どうですか？充電しないですか、やっぱり。充電しないですね。しないですね。なので、サブバッテリーの電圧が下がってきて 12V 以下になった場合は、こっからオルタネーターチャージャーね、返してポータブルバッテリーには充電はしないということ。素晴らしい。頭いい。頭いいね。まあこれ設定で変えられるんだけどね。設定で変えるんだけど、今 12V で設定しているので 11.9 になったらサブバッテリーからのチャージはストップします。はい。なんとほら、今、聞こえてる通り、わかります？はい。デュアルソースエアコンシステム、トリプルサブバッテリーあるあるなんだけども、ちょっとね、この状態、今ね、バッテリーの残量 43%。なんですが、今、バッテリーの電圧が 11.7V。いや、12V 切ってきたんだね。で、12V を切ってきたので、今、しかもエアコン全開で動いてる状態。なので、消費電力は78アンペア。ちょっと電圧下がってきてますよという警告音がこのインバーターの音だね。これをですね、オルタネーターチャージャーを使って、ポータブルバッテリーから逆充電でね、なんとかなるかどうかちょっとやってみたいと思います。今ね、この画面の状態。今、これね、エンジンだけど、これバッテリー。バッテリーが今 11.7V ですよ。じゃあこれにね、逆充電モード、ポチッ。そうすると、バッテリーのように変わったね。じゃあ、この状態で作業開始やっていきたいと思います。いきます。ポチッ。さあ、このピピピの音は消えるでしょうか？消えたね。消えたね。しかも、サブバッテリーの電圧 12V まで復活したね。で、出力は 863W。じゃあこっち見てみよう。さっきね、70何いくつだったけど、とりあえず10とか9とかのアンペアまで落ち着きました。電圧効果問題ね。これもこのオルタネーターチャージャーで回避できるということが検証されました。はい、ということでね。いや、だいぶやったね。だいぶやった。オルタネーターチャージャーの検証ということでね、取り付け方法から、こういう場合こうなるね、ああいう場合ああなるね、いろいろやってみました。非常にこのエコフローのオルタネーターチャージャーと、デュアルソースエアコンシステム、相性がいいねっていうのが分かりました。ただね、注意点がやっぱり何個かあるね。まず一つは、エンジンをかけていてオルタネーターチャージャーのスイッチをオンにしておくと、車側のサブバッテリーは、充電しませんよというところが一つ。二つ目、今やんなかったんだけど、さっき、説明した通り、今エンジンを切っている状態だと、このオルタネーターチャージャーのプラスの
電気というのは車側のメインのバッテリーにはつながっていない状態です。なのでバッテリー上がりました、よしじゃあオルタネーターでチャージしようぜっていうエコフローさんが推奨している使い方、これができないです。まあね、でもチャンスはあるよ。サブバッテリーに充電して、これ年式によるからね、あれなんで、ついてる車ついてない車あるんであれなんだけども、エマージェンシースイッチがあるので、バッテリー、サブバッテリーにガンガン充電して、充電し終わったらエマージェンシースイッチを押すとメインバッテリーに入るので、メインバッテリーに入ってある程度電気を貯めたところでエンジンをかけると、いうようなことはできるので、なんとかなるでしょうと。とはいえそのエコフローさんが推奨しているように簡単にはちょっとできませんよということで2つ目。3つ目、やっぱりね今ずっとねいろいろいたずらしながらねスイッチあれやこれやそれやどれやってやってたんだけども、やっぱりオルタネーターチャージャーの本体がやっぱり温度が上がります。熱に強いカバーを使っているので基本的には熱には強いんだけれども、やっぱりね加熱すると、いろいろエラーが出たりする可能性があるので、基本的には涼しいところでやっておいた方がいいねっていうのが3つ目。でもメリットの方がたくさんあるかな。俺はメリットの方がたくさんあると思うんだけどね。まず1つはさっき言った通りサブバッテリーの電圧が下がってもエアコンが使えるよ。2つ目、サブバッテリーの電力がなくなってもポータブルバッテリーから充電できるよ。3つ目、サブバッテリーが弱ってきてもメンテナンスモードでちょっとこうねワット数低くしてね、電気入れてくれるシステムがあるので、急速じゃなくてもじわじわ充電できますよというのがこれ3つ。4つ目、そもそも容量が増える。300アンペアアワープラス 4kW。エクストラバッテリーですけどね。そしてね、電圧効果にも変える。逆充電モードを使うことによってサブバッテリーの電圧が上がる。電圧上がるとインバーター OK ってなってエアコンまた動かすことができるというようなことにもできますと。で、一番大事ね。充電が早い。ポータブルバッテリーで充電が早いっていうことはどっか遊びに行ってバッテリー使ってもいいし、そもそもねこのインバーターデュアルソースエアコンシステムのインバーターは最大ワットが 1500 ワットなので、これに例えばエアコンをつけて電子レンジ使おうとするとやっぱり電気きつい、だけれども、例えばその何か電気製品をポータブルバッテリーの方から電気を取ってあげればデルタ2だと AC 出力 1500 ワット、だからこれとこれと一緒か。だから2分割して使えるからこっちエアコン動かしとくよ、でもデルタ2からも電気使えるよねっていうことができる。逆充電してたら、そっちもプラスされるので多分なかなか入らない。あと大事なのね、取り付けした後にファームウェア更新。あとこのファームウェアは定期的にチェックして最新のものかどうかはチェックしてください。そうするとね、もしかしたら新しい機能、あんな機能やこんな機能ついてるかもしれない。だからね、やっぱこのファームウェアでコントロールできるっていうのはこのエコフローさんのすげえ大きい強みでもあるから。ということでこのデュアルソースエアコンシステムにオルタネーターチャージャー、そしてポータブルバッテリー、いいよ。はい。いやイリス組みたかったんだけどさ、イリス組み替えバッテリーやってくんないじゃんみたいな、って思ってらっしゃるそこのそっち側の人はい、いやあなたです。そう、あなたイリスはイリスで当たり前だけれども、ソーラーパネルあれが700ワット以上あるもんね。2つ組み合わせたらね、700ワット以上充電するし、それとプラスでエンジンからも充電する。すげえ早く充電する。出力も今1500とか言ったんだけども一発で3000いくしね。そもそもスマートフォンでいろんなスイッチを切り替えることができる。イリスのめちゃくちゃメリットありますからね。ちょっとねイリスの車ちょっと買うまではいかないんだけれども、今バーテックの車乗っててっていう方ね、ぜひともこのオルタネーターチャージャー、これすごく使えるので、ぜひともね、ご検討いただければと思います。パーセンターに言ってます。製品パーセンターに言ってます。インターネットで買えます。あとね、取り付けっていうのもね、実はさっきパパこっから取ったよっていうことをやったんだけれども、基本的には結構大きい電気流れます。
なので、取り付けはね注意が必要だったりするケースがあるので、個人で取り付けられたお客様というのは、自己責任ということにはなっちゃうのかな。一応ね、私たちはこの走行充電ブレーカーのねバッテリー側、これがちょっとね分かんない方もう触らないで、お近くの正規販売店、あと VSS こちらの方にですねお問い合わせいただければと思います。ちょっとね他社さんの車とか、あと乗用車とかはねちょっと僕らもこうね電装品作ってるわけではないのでなかなか難しい。バンテックの車に乗ってらっしゃる、なおかつこのポータブルバッテリーオルタネーターチャージャーねやっていきたいという方ねいらっしゃいましたらぜひご相談いただければと思います。はい、引き続きねこの、エコ不動産と共同開発したイリスも含めてね引き続きバンテックよろしくお願いいたします。ということで以上バンテック続きがお送りしました。食べれた疲れた。